ほいほい。まきちゃんのオランダハッピーチャンネル始まりました。一番最初に上げた自己紹介の動画で、もともと数学の高校教師をやってましたっていうことを言ってたと思うんですけど、こんなに髪の毛ハイトーンで派手な見た目なので、数学の高校教師をやってたようには見えないというか、にわかに疑わしいかなと思うんですけど、なので今日は数学を使ってオランダについての、ある不思議を解明していこうと思います。オランダって平均身長が世界1位の国なんですけど、なんでそんなにオランダ人背高いんかって思いませんか？なので今回は元教師の私が数学的にその謎を解明していこうと思います。今回の動画で使う数学は高校1年生の数学1の内容になるので、現役高校生も勉強がてら見てみてください。まずオランダ人がどんだけ背高いかっていうと、2019年の19歳における平均身長のデータで、オランダ人の男性が 183.8 センチ、女性が 170.4 センチという風になっていて、世界のランキングでも1位となっています。ちなみに日本は男性が 172.1 センチ、女性が 158.5 センチとなっているので、オランダ人と日本人を比べると男女ともに10センチ以上の差があることがわかります。200国ぐらいあるのでちょっと多いので、私が適当にピックアップした11カ国のデータをグラフにしてみると、男女ともにこんな感じになっています。じゃあなんで背が高いか、もちろんいろんな説があると思うんですけど、よく子供の時に牛乳たくさん飲めば背が伸びるよっていう風に言われませんでしたか？私牛乳が嫌いだったので背があんまり伸びなかったんですけど、私が身をもって体験しているように、あくまで一つの説としてですけど、牛乳を飲むことっていうのが身長を高くするっていうのにつながるんじゃないかなと思っています。というところでこんなデータを用意しました。こちらも2019年のデータで、1人当たりの牛乳年間消費量リットルで出したものなんですけど、オランダ人は1人当たり牛乳消費量がなんと 313.9 リットルもあるのに対して、日本は 47.5 リットル。さっきの11カ国で同じようにグラフにするとこんな感じ。11カ国の中だとオランダは1位となっています。ということは、牛乳消費量が多い国は身長が高い国なのかな？これについて相関係数を調べることで数学的に証明していこうと思います。では相関係数を調べていく前に、まずは相関関係についてを説明します。2つの変量 xy というのがあったとして、ある一方の変量 x が増加した時にもう一方の変量 y が増加する。こういう場合は正の相関があるというふうに表します。逆にある一方の変量 x が増加したのに対してもう一方が減少する場合、負の相関があるというふうに表します。で、これらを相関関係があるというふうに表現するんですけど、相関関係の強さを表すときに相関係数というものを求めていきます。では相関係数についての求め方ですが、相関係数は R という文字で表し、R イコール sx×sy 分の sxy となっていて、一つずつ説明すると、分母にある sx それから sy というのはそれぞれ x の標準偏差 y の標準偏差を表して、分子にある sxy というのは x と y の共分散というものを表しています。また相関係数 R は範囲が決まっています。-1以上1以下となっており、-1の値に相関係数 R が近づけば近づくほど強い負の相関があり、1の値に近づけば近づくほど強い正の相関を持つことになります。では実際に計算していきましょう。今回は牛乳の年間消費量を x、平均身長は男女の平均を取ったものを y として計算します。一般的に平均値はバーをつけて表すので、x つまり11カ国の年間牛乳消費量の平均値を x バー、y つまり11カ国の平均身長のデータの平均値を y バーで表します。偏差というのは各変量から平均値を引いたもの。この偏差というのが全ての計算に関わってきます。共分散は2つの変量 x と y の偏差の積の平均値。分散は偏差の2乗の平均値。
標準偏差は分散の平方根の値です。分母の標準偏差を求めるためには分散を求めることが必要となります。ということで式に表すとこうなります。分子の共分散は x と y の偏差の積を11カ国分出してそれらの平均値を取る。分母は標準偏差なので偏差の2乗の平均値、つまり分散を x と y それぞれで計算するんですが、ここで分母のルートにそれぞれ n 分の1があり、ルートの中に同じものの積があるとルートが外れるため、分母分子にある n 分の1が約分によって消えます。よって式は最終的にこのような形になります。ただし式だと複雑で分かりづらいので表にして表していきます。まず x と y の平均値は赤字の通り。なので x と y の偏差をそれぞれ求めていきます。例えば y の身長のオランダの偏差は 177.1-171.5 で 5.6 といった感じで他の国も出します。次に x と y の偏差の2乗した値を出します。最後に x と y の偏差の積を計算します。そうして11カ国分の合計が赤字の通りです。あとは先ほどの相関係数の式に当てはめていくだけです。先ほど式の説明で分母分子にある n 分の1が消えたので平均を出す必要はありません。よって分母のルートの中には赤と青で囲った数字を入れて、分子には黄色で囲った数字を入れて計算すると、今回の相関係数は 0.83 となりました。11カ国のデータではありますが、相関係数は計算の結果 0.83 となり、それなりに強い相関が出たと思います。なので、データそのものの信憑性だったりとか、あるいはデータの数もっと増やしたらどうなるかっていうところまでは検証していないですけれども、あくまで私が抽出したデータによる検証結果にはなりますが、牛乳をたくさんやっぱ飲んでる国は身長が高くなるっていうのは、それなりに信憑性のある説なんじゃないかなと思います。では今回の動画はこの辺でおしまいです。インスタグラムもやってますので、そちらの方もぜひフォローしてみてください。チャンネル登録、高評価、ぜひよろしくお願いします。ドゥイドゥイ。